はい、こんにちは、かぶじいさんです。2022年の総集編初チャレンジです。最後のおまけ動画まで見てってくださいね。かぶじいさん YouTube を始めて1年と半年が経ちました。この1年を振り返ってですね、初チャレンジですけど総集編となるこのビデオね作ってみました。お付き合いください。はい、こちら我が家から見た初日の出に染まる富士山です。綺麗でしたね。はい、元旦早々に真冬のキャンプへ行きます。もう多分ね40年ぶりぐらいの真冬のキャンプになりますね。キャンプ場に着きましてね、いきなり忘れ物に遭遇します。テントのペグ忘れましたね。やっちゃいました。100均へ行って園芸用のペグ5本で100円ですね。これでしのぐことにしました。元旦日没を眺めながらですね、焚き火に火をつけて真冬のキャンプを楽しみました。桜の木の枯れ枝で焚き火をしてるんですけど、煙がねこっちへ来まして、なんか自分が桜の香りで燻製されてるみたいでしたね。寒い中ね、エースコックの担々麺いただいてます。これがねまたすごい美味しいんですよね。最高に美味しかったです。これピコグリルの85番って小さい焚き火台なんですけど、ソロキャンプには最高ですね。はい、フラスコに入れてきたウイスキーをいただきます。はい、この日はね晩は氷点下4度まで行きました。結構寒かったんですけど、寝具ですね、マット類と寝袋類をね万全の体制で臨みましてね、凍えずに済みました。いろいろと久しぶりのキャンプだったんで教訓もありました。自分が吐く息で寝袋の周りがですね結露する現象も久々に体験して教訓になりました。真冬のキャンプではテント内を温めるためにガスのヒーターアタッチメント使います。そうすると一酸化炭素チェッカーが必須ですね。で、一酸化炭素チェッカーには寿命があるということを知りました。で、新しいチェッカーを導入して3年以上経ったチェッカーと新しいチェッカーで性能の比較をしてみることにしました。初荒川渡りですね。すがすがしいです。まずはクロスカブの排気ガスを使ってですね、新旧の一酸化炭素チェッカーの性能を比較してみることにしました。古いチェッカーは1分経過で 450ppm をセンスしましたね。まだ生きてるっていうのは確認できました。で、新しいチェッカーなんですけれども1分経過で 580ppm ですね。若干値が高かったです。今度はテント内で締め切った状態でいよいよ古いチェッカーでガスバーナーにヒーターアタッチメントを乗せての計測です。古いチェッカーはですね、結果的に5分経過しても警報を発しないですし、一酸化炭素を検出もしないでしたね。意外でした。はい、次に新しいチェッカーを用いての一酸化炭素の検出するかのチェックですね。なんと衝撃的なんですが、開始し早々ですね警報を発しました。で、1分後には 380ppm、まあ危ないレベルだったんですよね。これは衝撃的な結果でしたね。このテントはテントの下の方がご覧のように隙間があるんで換気は十分だと思ってたんですけど、新しいチェッカーだと一酸化炭素がかなりテント内にあるっていうことが分かりました。最初のテストの時は5分間ですね、ずっとこの中でバーナー焚いてたんで危険でしたね。このテストを通じてですね、一酸化炭素チェッカーは説明書にある通り3年未満のちゃんとした新しいものを使うべき、そして換気は十分にやらないととっても危ないってことですね。肝に銘じたいと思います。この一酸化炭素のチェックですね、一歩間違うと私とんでもないことになってたかもしれないと思うと背筋が凍りつきました。皆さんも冬のキャンプでは暖房器具テント内で使うと思うんですが、くれぐれも注意してくださいね。テント内のような密閉された空間での暖房器具の使用はあくまで自己責任って書いてありますよね。本当に注意しましょう。はい、1月22日です。今日はデイキャンプならぬナイトキャンプにチャレンジしてみます。
テントも寝具もいらない、ただ夜出て行って夕飯食べて焚き火をして楽しむという新しいスタイルですね。どうなるんでしょうかね。チャレンジしてみました。現地に着きましたら、まず焚き火の準備をしますね。テントを設営する必要がないんで、すぐにこうやって楽しむことができます。で、火がある程度安定しましたら、夕飯を作って楽しみます。この日はハンバーグですね、作ってみました。じいさんあんまりこういう料理しないんですけど、この日はねちょっと気合を入れて料理チャレンジしてみました。これね、ご覧の通りね、なんかぐちゃぐちゃな見てくれの悪いハンバーガーになってしまいましたけど、外で食べれば何でも美味しいんですよね。はい。そしてビール、ノンアルですけれども飲んでナイトキャンプを楽しみました。正面にね満月が出てきましたね。最高に楽しいでした。で、スパイシーなスープも温めてね、体がほかほかになりました。ナイトキャンプなかなか良かったですね。はい、1月の末日ですね。この頃になりますと、クロスカブで長距離のツーリングへ行こうっていうのが今年の目標になってました。で、いかにクロスカブにいろんなたくさんの荷物を安定的に積むかってことで考えついたというか、たどり着いたのがリアのサイドバッグを積んで、安定性と積載性を両立するのがいいんじゃないかってことで、いろいろと試行錯誤してます。安定性、それから操縦性、乗りやすさ、積載のしやすさ、その辺をこうやって実際に走って試してみました。いろいろと走ってみると課題も見つかってきますよね。はい。はい、今日は2月6日です。この日はソロキャンプに大きなタープじゃなくて小さいタープで十分に楽しめるんじゃないかってことで、小さいタープの可能性をね探るようになりました。これは 2.1m×2.1m の小さいタープです。で、こういうね風が強い日でも小さいタープなら割と簡単に張れるんですよね。で、小さいタープを張ってこうやってリゾットをね作って楽しんでみました。十分に風を遮れてね、小さいタープの威力っていうのを改めて認識しました。大きすぎないところがいいなっていうのがミソです。はい、続いて2月の12日ですね。引き続き小さいタープの可能性を探るシリーズです。今度は 3m スクエアのタープで、宿泊を想定した張り方をいろいろ研究してみることにしました。この日は三角張りという張り方ですね。中で十分に就寝ができる大きさがあって、やはりコンパクトでテントよりも荷物を小さく軽くできるっていうメリットがあります。この日はお味噌汁、高級お味噌汁にご飯を混ぜていただきました。小さいタープもなかなかいいですね。重たい荷物は股の間、センターキャリアに乗せるとカブの安定性が非常にいいということに気がつきました。はい。2月の23日ですね。クロスカブでの長期のツーリングを想定しまして、重積載、股の間、リアキャリア、フロントですね。重積載にしてどうかというトライアルをやってみました。なかなかの積載になってきましたが、安定性はそれほど悪くないですね。こうやってまたぐこともすんなりできます。股の間、センターキャリア、それからリアキャリアの両サイドに大きなサイドバッグをつけてですね、積載量を十分に確保しつつ安定性も良くなってます。この日は4面ピラミッド張りにチャレンジしてみました。3mスクエアのタープで作るこの4面ピラミッド張りですね、中で十分に就寝できますし、フルクローズにもすることができるので対抗性が高いですね。
この頃は水場がない場所でも調理して食べられるようにこの湯煎飯にハマってまして、この日はチーズリゾットを湯煎で作りましたね。このセンターキャリアには55リッターのバッグで主にギア類を入れてます。で、リアのサイドバッグ両サイドには寝具ですとか衣類ですとか割と軽めのもの、シュラフですとかそういったものを積載していますね。で、フロント側には工具類とかパンク修理キットなどを積んでます。株の前後バランスを考えて積載しますとね、テールヘビーにならず噛みました。テールヘビーにならずウィリーになりにくいです。サスの底付きもなくて乗り心地も良くなります。フロントの荷重が保たれるのでフロントブレーキもちゃんと効きますし、サイドスタンドで停車した時の転倒リスクも減りますね。そしてミーグリップもできたり、いいことずくめなんですよね。股の間に大きな荷物があるんだ。見た目のインパクトは大きいですよね。はい、3月11日ですね。小さいタープの可能性を探るシリーズ、その3番目ですね。この日も3メータースクエアのタープを使って4面ピラミッド張りですね。で、実際に中に道具を入れたりして実際に寝れるかをね確認してます。はい、このようにね寝れてますね。私ねバンドックのソロティ P1 を持ってるんですけど、おそらくあのインナーテントよりもこちらの方が広いくらいですね。雨が降ってもこの軒下で煮炊きもできますし、大変に便利です。この日はおでんを湯煎で温めて食べました。とっても美味しかったですね。はい。この日は3月の中旬、気候もすごい穏やかで、これはもうタープ泊するしかないだろうってことで、当初泊まる予定がなかったんですけど、家に一旦戻って寝具類と夕飯を準備してまたここへ戻ってきました。いや、タープが見つからないかと思ってヒヤヒヤドキドキだったですね。このじいさんは突如として計画外のことをやるので危ないですね。気をつけないといけないですよね。この日は奥さんが作ってくれたスパイシーカレーをいただきました。とっても美味しかったですね。見ての通りですね、小さい焚き火台に移行しましたね。で、いよいよこの4面ピラミッド張りの中で寝てみます。はい、快適に寝れましたね。はい、結露もありませんでした。無事にタープ泊を終えられてね、良かったです。特にね、難点もありませんでした。朝はカレーカップヌードル、鉄板の美味しさですね。はい、4面ピラミッド張り、このようにね、前に張り出しを出せますので、雨が降ってもこの中で煮炊きや準備、株ぐらいですと半分このように覆うことができて、タープの下で荷物の積載もできたり、とっても便利で、使い勝手が良くて万能ですね。これはいいかもしれません。はい、3月の20日になりました。ご覧の通り荒川の河川敷は一面菜の花が咲き乱れて最高です。この日はね、春一番ですね。風がすごい強いんですが、この強風の中ね、2メータースクエアの小さいタープでも食事を作ってくつろいで、なんなら寝ることができるのかっていうのを試してみます。さすがに小さいんですよね。でも強風の下でも風向きを考えれば、このようにですねリゾット作ったりしてね、くつろぐことはできました。はい、乾杯してます。風向きに常にちゃんとタープをうまく張っていないと大変なことになってしまいますね。食事が終わりまして、コーヒー飲んだ後ですね、この小さなタープの下で少し昼寝をしてみることにしました。相変わらず風は後ろの方からですね、北風が吹いてきてますが、雨とかが降らない限りはこの下で寝ることができますね。で、さらに風を遮る面積を広げたい場合、こういう風なちょっと張り方を工夫することで寝ることができるなっていうのは分かりましたね。はい、小さいタープの可能性っていうのがだんだん見えてきました。はい、3月27日ですね。菜の花が相変わらず咲き乱れてますので、また河川敷へ行ってですね、2メータースクエアの小さいタープで
食事をしてお菓子食べて、そしてなんとじいさんがたまに練習しているオカリナをですね吹いてみました。2メータースクエアのタープっていうのはね意外と使えるんですよ。1年の中で多分一番じいさんがウキウキするシーズン、菜の花と桜のコントラストを一度に味わえる最高のシーズンですね。桜と菜の花に囲まれながらねこうやってデイキャンプを楽しみました。もう言葉が出ないぐらい何か幸せに包まれてる気がします。この日はその後ですねまた4面ピラミッド張りをしてですねキャンプを楽しむことにしました。4月に入りましてねもう気候もだいぶ暖かくなってきましたのでね防寒対策がいらなくなりましたのでキャンプも楽です。はい、キャンプ飯はデミグラスソースのハンバーグとパスタですね。とっても美味しかったです。タープ泊もね2回目となりましてね手慣れたもんになってきましたね。はい、朝飯はシーフード味のカップヌードルです。やはりこれも鉄板のうまさですね。長期間のツーリングを考えた重積載もだんだん手慣れた感じになってきましたね。この股の間に大荷物を積んでるのはすごい得意な積載だと思うんですが、慣れてしまうとすごい安定感があってニーグリップもできていい感じなんですよね。はい、5月2日荒川の河川敷の田んぼ一面にね水が張られました。綺麗です。このシーズン荒川河川敷を走るのが大好きなんですよね。5月6日 XTZ 柏さんが教えてくださった埼玉県の奥の方にあるスズメ川砂防ダムへラーツーに行ってきました。緑が深くてすごい気持ちいい場所ですね。いただきます。ここで担々麺食べて、ノンアル飲んでですねこの後ここから少し山側に林道がありましてそちらを走ります。この林道を走ってましてカブじいさんの頭をふとよぎったのがチューブタイヤの株ですんで、長距離ツーリングでもしパンクしたらどうすんだろうと。チューブタイヤのパンク修理なんてカブじいさんはできませんので何か対策をしていかないとまずいぞと思いつきました。5月15日株のシートが左右にぶれないようにする DIY をねやりました。404円です。5月22日ですね株がガス欠になった時のフューエルメーターの針の位置はどこまで行くのかを実際に見ておこうということでね完全にガス欠になって止まるまで走らせてみました。なんでこんなことしてるかというとですね長距離のツーリング行ってガソリンスタンドがない状態でどんどん燃料が減ってきた時実際問題メーターどこまで走れるんだっていうねエンプティのどこまで行ったら本当にガス欠かを確認したくやってみました。こんなとこまで針が行くまで走れんですね。6月27日いよいよ夏休みが近づいてきました。長距離ツーリング用のフロントキャリアを DIY で作って走行テストを繰り返しました。特に問題がないことを確認して長距離ツーリングにどんどん備えています。7月11日になりました。日本の夏といえば今はもう猛暑ですよね。そんな猛暑の中でもじいさんが熱中症にかからずに走っていられるようにですねいろいろと熱対策をあれこれ試行錯誤していました。メッシュのジャケットやメッシュのグローブはもちろんこれはですねヘルメットの下にかぶるクールマックス素材のキャップですね。これに霧吹きで水を含ませてかぶるこれはマスクですね。これに霧吹きで水を含ませると気化熱ですごい涼しさがアップしますがほんの一瞬ですね。最後はこの氷を固めたペットボトルを脇の下に入れる。シートにはエアフロータイプのメッシュカバーとゲル座布団を入れて、乗り心地と
涼しさを追求してます。はい、そうここまでね2022年の総集編作ってきたんですけど、たった1日で総集編なんてできるわけもなくですね、もう今もう12月31日の20時を回ってしまいました。もう公開しないと2023年になってしまうので、とりあえず今回はこれで前半を終わります。